はい、金坊主でございます。今日はですね、多分今年で、この2026年の発売されるいろんなキャンプギアの中で、1、2を争うほど私が欲しかったキャンプギア、ちょっとね、届いたので見てみようと思います。こちらなんですけれども、はい、コールマンの折りたためるクーラーボックス。こちらなんですけれども、サイズが35リットル、45リットル、55リットルで、今回は55リットルを買ってきました。こっちがね、40って書いてるんですけど、容量が38リットルぐらいいけるらしいです。クーラーボックスとしてね、使うときに、便利は便利なんですけれども、普段使わんときって邪魔。これ、ええやん。で、展開していくんですけれども、で、はい。開きました。すごいでしょ。で、もちろん開けてからですね、ちょっとここをシューッとこうやってで OK 使えますよと。で、別に乗っても大丈夫ですね。バーンってならない。ここがしっかりとこの両端がですね、しっかりとパチッとなった状態でやれば OK。で、ここをこうガンガン押したところで特に崩れることはないので、何キロまでいけるのかちょっと分かんないですけど、普通のクーラーボックスになりますよね。はい、クーラーボックスで意外と重いです。 8.6 キロあって、さっきのスノーピークのやつが11キロぐらいあるんで、でかいですよね。ポリエチレンと発泡ウレタンになってる。でこれよいしょ開くんですが、じゃあ閉じる時どうするかというと、一旦こいつを取るんですね。はい、シューッと。で取ると、この下にちょっと見えにくいから紐があるんですよ。でこの紐を取ると、でよいしょ、はい、でぺっちゃんこで、さっきの取ったやつがもうぺっちゃんこになってるんで、ここに再度セットしたらまた次開ける時に展開できるようになっていますよというところですね。はい、よくできてるなと思います。氷点下パック1個入れて、氷点下パックを入れて、サイズを入れて、その上にさっき買ってきた 1.1 キロの氷を入れます。で閉めます。でこれと全く同じやつを回す。はい。で今ね、部屋が外が25度ぐらい、27度ぐらいあって、で部屋がね20度ぐらいかな。なのでまだねそんな暑くはないんですけれども、2つ置いてですね、6時間今から放置してみようと思います。6時間と18時間でちょっと様子を見てですね、確認していこうかなと思います。では今3時なので、まず6時間だから9時か。遅めにキャンプ場に着きましたからスタートして、で夜までにどんだけあるか、でその次が次の日の9時ですか。チェックアウトする前のところも一緒に見てですね、どこまでいけるのかチェックしていこうと思います。はい、9時になりましたので、ちょっと中を見ていこうと思います。まずスノーピークの方からですね、見ていきますが、よいしょ。はい。はい、氷ですけれどもどうでしょうか。まだほとんど、ちょっと溶けてるかな。ちょっと溶けてるぐらいですね。カチコチですし、いつもね使ってますけれども、1泊2日ぐらいじゃね全く問題ないという感じですので、スノーピークは全然大丈夫。はい。まずね、さっきのやつよりも10リッター分大きいので仕方ない。負けるのは仕方ないというところですけれども、よいしょ。はい。見えますかね。結構溶けてますね。さっきのやつと比べれば。ただ全部溶けてるってわけではない。
がカチカチでございますので、このままね、様子を見て、明日の朝の9時なんで、今からあと12時間ですね。夜ですから、そんなに暑くはないんですけれども、朝の9時まででどんな感じになってるか見ようと思います。じゃあ、寝ますか？寝る？寝ない？あれから12時間経って今9時です。キャンプで行くと、着いて9時なんで、もうあとは片付けていこうとね、チェックアウトしていこうという時かなと思うので、実際ね、どんな感じなのかというのを見ていこうかなと思います。横に並べて、こっちがスノーピークのハードクーラー 49T、38リットル。こっちがコールマンの今回買った折りたたみ 55QT、52リットルというところで、その10リットル以上のね、差があるので、その分、大きさはこっちの方がでかく見えると思うんですけど、分厚いので、中間報告した時も明らかにスノーピークの方が氷残ってたかなと思うんですが、実際どんなものかを見ていこうと思います。はい、では行きましょう。後でね、水も測ってこようと思うんですけれども、ちょうどですね、500以下ぐらい、480ミリぐらいですね。なんで半分手前ぐらいまでは溶けちゃったというところです。こんな感じですな。溶けてますね。溶けてる。クーラーショックスもブニブニという感じで、やっぱスノーピークだからと言っても、容量に対してしっかりと物を入れとかないとこんな感じで溶けちゃうよというところですね。じゃあ次にコールマン。全溶けかなと思うんですけど。はい。はい。全部溶けてますね。ちょっとも氷は残ってないんですが、ただやっぱりちょっと冷たいなっていうのはありますけれども、全部は溶けちゃっている。でスノーピークのやつと比べるともう完全にこっちは溶けてますね。動いてるでしょ、ブニューンって。予想通り保冷力はそんなにないかな。全く保冷力がないってわけではないけれども、めちゃくちゃ保冷力があるってわけでもないというところですね。よいしょ。でちょっとね、使ってみていろいろ思ったところを喋っていくんですけれども、まず畳めるっていうのはいいですよね。畳めるっていうのはすごくいいと思うんですけれども、まずこれがね、画期的やなと最初思ったんですけれども、よくよく考えたらここを乾かさないといけないんですよね、この中身を。これやと折りたたみ式なので完全に密封されているわけじゃないから水漏れがしちゃう。なのでこのインナーがついてるんですけど、インナーをね乾かすのがちょっと乾かしにくいなっていうところですね。しゃあない。だって一体型になってるからしゃあないとは思うんですけど、こうやって乾かそうと思ったらはってこうなっちゃうので、これをどうやって乾かそうかなって考えたら縦にするしかないですよね。縦にしてちょっとこうやって風通しのいいところに置いとくしかないので、ちょっとこれが家帰ってきてからねバーッと洗って乾かす時にもうワンクッション工夫があればよかったかなとは思いますね。あるんかもしれないですけど、普通に考えたらここで干しておきたいなと思った時にパサってなるから、これ開けた状態で干して終わったら抜くっていう形にするようなとこでしょうかね。でここで入って、後でこれは乾かすとして折りたたんでこの状態になる。でここでちゃんとロックがかかるので、ロックかけたらもう上がることはないと。で
重さが 8.6 キロ。この55でいくと。まあまあ重たいですよね。保冷力もそんなにない。ってなってきたら、エオクーラーとかソフトクーラーでもいいかなって思う人もいると思います。で、正直僕もどっちでもいいかなと。値段的にはちょっとこっちが高いかなぐらいだと思うんですけれども、エオクーラーも1泊2日でマックス48リットルぐらいのやつがあったかなと思うので、そう考えていくと、あっちもぺっちゃんこになりますから、まあ、栄養クーラーの方がもしかしたらワンチャン保冷力あるかもしれないなとは思うんですけれども、これがですね、例えば7万とか8万とかするんやったら、あーってなるんですけど、2万円台。もしかしたらコールマンの、安くなっていったら1万円台で買える時も来るかもしれないと思った時に、大きいクーラーボックスはやっぱ数日間持つからいいと思うんですけれども、1泊2日ぐらいでいいよとか、あとはお買い物の時に使えたらいいよとかってなってくると、ソフトクーラーかこれの選択肢。ただこれは重いっす。重いんですけれども、僕がソフトクーラーよりもこっちがいいなと思うのが、やっぱりこのここかな、これのこの「おう」っていう感じ、これがやっぱ好きですね。かっこいいなと思います。ここぐらいかな、良さとしては。見てもらったら分かるように、よいしょ。そんなに分厚くないんですよね。よくあるクーラーボックスやったら、ここがもっと肉厚になってるんですけれども、折りたたみにできる分、分厚さはもうほとんどないというところですので、保冷力は60何時間って書いてましたけれども、正直ね、そこまで過信できるもんではなく、やっぱし1泊2日でしっかりと氷とかぎゅうぎゅうに入れてたらいけるけれども、食材取り出していきますから、いろいろとね。で、食材取り出していった挙句、1泊2日の夏キャンプで、朝起きてきた時に、氷とかは溶けてるけれども、ジュースはまだなんとか冷たいなぐらいのレベルかなと思います。で、家帰ってきてでもいいし、キャンプ場でもこんな感じになって、帰りはぺっちゃんこになる。で、このぺっちゃんこはソフトクーラーボックスともそんなに変わらんぐらい、ただ重いってなってくると、万人にはおすすめできないですね、もちろんね。みんなこれ買ったらええよとはおすすめはできないですけれども、このなんかカチャカチャっていうギミックが好きとか、あとは連泊しないよとか、別に僕はソフトクーラーボックス嫌いではなくて栄養クーラーとかも使ってたりするし、スノーピークのね、やつもあるので、ただやっぱね、どれも場所取るから、スノーピークのやつは特にね、折りたためないので、そう考えていくと、これと35リットルも買って、メインはこれでもいいかなっていうぐらい僕は気に入ってます。ただ、保冷力っていうところが問題ではある。色はね、青しかないんですけど、もうちょっとなんかキャンプに合う茶色系とかも出てきてくれたらいいなと思います。コールマンだから赤かもしれないですね。真っ赤なやつももしかしたら出るかもしれないです。とりあえず、保冷力で冷たいよっていうイメージを出すためにこの青にしてるんかなと思うんですけれども、何回やっても楽しいですけどね。僕はね、前から欲しかったんで、正直ね、めちゃめちゃ満足はしてるんですけれども、人によってはね、保冷力重視な人もいるでしょうし、重たいのが嫌だから軽いのがいいかなっていうのもいると思うんで、いろんな人がいる、だから選べるっていうのはいいかなと思うんですけれども、実際これからですね、キャンプで何度かメインでこいつを使っていこうかなと思いますので、またその辺でね、気づいたことがあったら、キャンプの動画の方でも喋ろうかなと思いますが、チャンネル登録とは言わないので、またね、他の動画いろいろ上げてるので見てもらえると嬉しいです。以上です。ご清聴ありがとうございました。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you love me.